どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムのお買い物はしていますでしょうか？自分は最近よくいろんなものを購入しているんですが、なかなか全部は紹介しきれていません。それもそのはず、紹介するほどのものを買ってなかったり、1回の買い物では動画内容的にボリュームが少ないということが頻発するからです。ただ、せっかく買ったものを皆さんに動画で紹介しないのも気持ち的にもったいないので、今回はそういった単体の買い物ではボリューム不足な買い物を一気にお見せしていこうと思います。今回は3回分の購入品を紹介するので、総額も結構な額になりました。それでは早速紹介していくんですが、まずは店舗購入品からお見せします。最初の購入品はこちら、ミクロソリウムトライデント。価格は658円。こちらはよくある葉が枝分かれしているミクロソリウムです。通常のミクロソリウムよりも葉が分岐する分ボリュームが出やすいので好きなんですが、未だに1個も持ってなかったので購入。今回のものはリングロ材に詰め込まれた株ですが、結構量ありますよね。これが600円台なら安い方なのではないでしょうか。続いてはこちら、ミクロソリウムトライデント。この流れからして自分だったら買いますよね。しかし、先ほどのものに比べると若干株数が少ないかもしれません。続いてはこちら、ミクロソリウムトライデント。何個も購入するのも自分の中ではまあまあスタンダードです。うちの近くにショップがなく、そんなに頻繁に通うことができないため、お得だと思ったものはどうしても複数購入しちゃうんですよね。続いてはこちら、ミクロソリウムトライデント。動画編集しててさすがに買いすぎだなと反省してます。反省はしてますがやめるつもりはありませんけど。こんな風に同じものをいくつも買うから1回のお買い物じゃ内容不足になるわけです。ただ動画ネタのために購入してるわけでもないのでいいかなと思ってます。続いてはこちら、アヌビアスキリン。価格は1419円。こちらは割と新しめの種類のアヌビアスです。登場当初は結構高かったようで、現在もそれなりの値段で売られていることが多いんですが、今回はこんなにボリュームのあるポットが1400円で売られていたので購入。おまけにキリンミニではないのにミニと同じくらいの大きさで気に入りました。もしかしたらここからどんどん葉がでかくなるのかもしれませんが、今の状態だったらキリンミニと間違えるレベルです。続いてはこちら、アヌビアスキリン。先ほどと同じ現象ですね。やはりポットギチギチに入っているものがこんなに安かったら手が出ちゃいます。葉もウェーブかかってて可愛いんで何かしらのレイアウトに使えればと思います。続いてはこちら、ベトナムゴマのハグサ。価格は1078円。こちらは以前動画にした30センチキューブ水草ストック水槽に植栽したものですね。一度90センチ水槽用に買ったことがある水草なので購入は2度目なんですが、うまく育成できなかったので再チャレンジです。続いてはこちら、ストロギネレペンス。価格は1078円。こちらも30センチキューブ水草ストック水槽に植栽したやつです。実はこちらも2度目の購入になるんですが、1度目はまだ動画で紹介していないと思います。もしかしたら出るかもしれません。続いてはこちら、エアーグラス。価格は1078円。ここら辺はすべて30キューブ水槽に植栽してるやつですね。この頃はまだ使ったことがない組織培養水草を手当たり次第に買ってた記憶があります。最後にアクアジャーナル。というわけで1回目の店舗購入品の合計金額は8704円でした。今回は1日で2店舗回ってるみたいですが、1回分でカウントします。続いて紹介する購入品は実店舗ではなくネットショップです。自分が利用するネットショップといえば3つくらいしかないんで、皆さん大体見当はつくと思いますが、お察しの通りペットバルーンです。
ペットバルーンの購入品は今までいくつも紹介していますが、今回はあまり特筆すべきものを買っていなかったので、まだ紹介できていませんでした。まず出てきたのは生体ですが、こちらに入っているのは以前動画で紹介したミクロラスボラ花火とエリスロミクロンのハイブリッド個体2匹です。ちなみに価格は1匹1100円で、2匹購入したので2200円です。続いてはこちら、ブセファランドラバタンカワ。価格は2980円。これ実は組織培養で結構な数購入していたんですが、ポットのものとは何か違いがあるのだろうかという好奇心から購入しました。成長しきったものが欲しい人は株数は少ないけどポットもいいかもしれませんね。続いてはこちら、ブセファランドラブラウニーパープル。価格は2980円。こちらは最近組織培養で出回っている種類のブセです。この時は組織培養がリリースされていなかったので、ポットのものを買いました。続いてはこちら、ブセファランドラブラウニーゴースト。価格は1980円。自分の動画ではおなじみのブセですね。続いてはこちら、ブセファランドラクダガン。価格は1980円。こちらはこの組織培養カップでは初めて買う種類です。トロピカ社のものを死ぬほど買ってるんで、追加で買う必要性は皆無なんですが、これまた違いがあるのか気になったので購入。最後はこちら、ブセファランドラバタンカワ。価格は1980円。ポットのバタンカワも買ってるのにまた組織培養も買っちゃってます。この時は確か3種類のブセを全部コンプリートしたくて購入した記憶があります。まあそのうち2つはもともと大量に買ってるんですけどね。というわけで今回のペットバルーンでの合計金額は14,100円でした。なかなかいきましたね。それでは最後の購入品紹介に移ります。3回目の購入場所は実店舗です。まず出てきたのはこちら、アヌビアス7ジェイド。価格は713円。これも最近おなじみのクリーム色っぽいアヌビアスです。使う予定はないんですけど、安くなってるとどうしても買っちゃうんですよね。ちなみに元値は1098円なので3割引きくらいされてます。めっちゃお得。続いてはこちら、アヌビアス7ジェイド。そろそろ皆さんも自分の買い物における傾向が分かってきたのではないでしょうか。だいたい特売品は複数買っちゃうんです。期間限定とか今だけとかに弱いんです。まあ基本もう少し買っておけばよかったって後悔するんでこれでいいんです。続いてはこちら、リシアストーン。価格は1100円。こちらは ADA から販売されているリシアを巻きつけるために使われる石ですね。リシアは活着力がなく浮力が高いので、こういった平たい石にくくりつけることで絨毯化を実現させようという商品だと思います。ソイルに埋めたりできないから活着させるしかないけど、通常の石だとゴツゴツしてて絨毯にはできないから、こういう石をチョイスしたんでしょうね。自分がリシアに使うかは未定ですが、いろいろな活着系水草に使えそうだったので買いました。割と量も入っているのでそこまでぼったくりではないと思います。続いてはこちら、ミクロソリウムナローリーフ。価格は548円。こちらはミクロソリウムの中でも葉が細いことが特徴のものです。先ほどお見せしたトライデントと同じリングロ材に詰め込まれたタイプのものです。正直 ADA のナローリーフとかだと余裕で1000円超えるんで、500円台は激安だと思います。ボリュームもそれなりにあっていい感じ。続いてはこちら、ミクロソリウムナローリーフ。まあそうなりますよね。続いてはこちら、ミクロソリウムナローリーフ。500円台だったら大体3つは買ってます。正直これは特売品というわけではないので急いで買う必要もなさそうなんですが、常に販売されているわけでもないのでやっぱ買っちゃいました。まあ3個で1600円くらいなんで許してください。続いてはこちら、ブセファランドラティア。価格は1969円。こちらは正月の初売りでも買ったブセですね。時系列的にはこちらの方が早く買ってます。というか一応この時もセールで安くはなってましたが、初売りより安いのはいろいろ考えちゃいます。
通常セールでも初売りと同じくらい安くしてくれると捉えるか、初売りが通常セールよりもしょぼいと捉えるかでだいぶ気持ちが変わるところではあります。ちなみにこちらは水中にドボンされてたものなので、いずれ水槽内に入れる予定なんですが、入っていた水槽にスネールがうごめいていたためしばらく謹慎してもらいます。というわけで3回目の購入品合計金額は6139円でした。自分的には実店舗にわざわざ行ったにしては控えめな金額ですね。いつもだったら1万円近く使うので、だいぶブレーキがかかっているように思います。というわけで1回の買い物で動画一つにするのはいろいろとボリューム不足で紹介しきれていなかった購入品紹介でした。気になる今回紹介した商品すべての合計金額ですが、合計 28,943 円になりました。なかなかいきましたね。正直アクアリウム関連のものだからこれくらいかって思って振り返れますが、これが違う買い物だとめっちゃ高いなって思っちゃうのが不思議なところです。金額的には普通に高いと思うんですが、満足感が違うんですよね。自分の好きなものにお金をかけると後で若干後悔はしますが、それよりも充足感が勝ります。そのために常に節約生活をしているので、これが正しいお金の使い方だと言い聞かせてます。おそらく他にも買ったけど動画に出していないというものが5万とあるので、そういったうぞうむぞうの購入品も溜まってきたらこうやって動画で一気に紹介するかもしれません。頻繁に購入品紹介しても皆さん飽きてくると思いますし、内容を濃くしつつ一つの動画にまとめるのはいいですね。これからもいろんなアクアリウム動画を出していくので、気になった方はチャンネル登録していただければ幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。